空母艦信濃は大和型戦艦3番艦から改造され、第二次世界大戦において最大の空母として建造されました。ミッドウェー海戦後に空母の増強が必要となると、建造中だった大和型戦艦3番艦を空母へと改装することが望まれるようになります。当初は強靭な防御力を持って艦隊の前方に進出させ、後方から発進した味方空母機の中継基地として活動し、防空用の戦闘機のみを搭載するという洋上基地構想が検討されましたが、この案は軍令部や航空本部には受け入れられず、最終的には大砲同様に飛行甲板に装甲を施した重装甲空母として建造することが決定します。これを受けて巡洋や大砲と同様に右舷に煙突と一体化した大型艦橋を持つ島型空母として設計がまとめられました。原型が大和型なだけに船体規模は非常に大きく、信濃の船体を見ると元は大和型であった面影が色濃く残っています。この巨大な船体により第二次世界大戦後にアメリカが建造した巨大空母スーパーキャリアが竣工するまで世界最大の排水量を誇る巨大空母となったのです。信濃の飛行甲板は長さ256メートル、最大幅は40メートルと非常に大きく、飛行甲板部の有効面積も昇格型と比べて4割以上大きなものでした。信濃の格納庫は全長210メートル、幅30メートルと赤城に匹敵する床面積を持つ大型の一段式になっています。この CG では信濃の格納庫の様子は外から伺うことができますが、ここから見える艦載機は新型攻撃機の龍勢です。信濃の格納庫は全部125メートルが開放式で、こちらは艦上攻撃機を収容するためのスペース。後部83メートルの格納庫が閉鎖式の格納庫で戦闘機用となっています。これは魚雷や爆弾など誘爆しやすいものを開放式格納庫に配置することでダメージコントロールを容易にするという狙いがありました。信濃は防御面でも日本空母で最も強靭であり、800キロ爆弾による急降下爆撃防御が求められています。格納庫天外部、長さ210メートル、幅30メートルの範囲にかけて75ミリの装甲が張り巡らされ、エレベーターにも同様な装甲が配置されました。総じて戦艦並みの水平防御と従巡洋艦を超える垂直防御を持ち、さらに水中防御は大和よりも重厚なものとなっており、魚雷に対しても高い抗탄性を発揮するはずでした。信濃の武装は大型空母としては標準的な 12.73 地連装広角砲が8機搭載され、さらに射撃式装置による艦声射撃が可能な 25mm3 連装機銃を35機、単装機銃含めると機銃は145門または151門を搭載しており、戦艦大和の最終時に匹敵する機銃数を持ちながら噴進砲の搭載も予定されていたようです。噴進砲は対空戦闘に威力を発揮したという証言を多く残している武装でしたが、出撃時の信濃には搭載されていなかったようです。信濃の航空機運用能力は大砲と同様に最新鋭の制動装置が搭載され、信濃は日本空母では数少ない新型攻撃機龍勢等の大型機の運用可能な空母となりました。搭載機数は54機が予定されていましたが、烈風など戦闘機も大型化していくと搭載機数は47機に減らされ、最終的には48機に保有が2機となりました。いずれにせよ巨大な船体の割にはかなり寂しい陣容と言えるかもしれません。ただ設計者のメモから80機以上が搭載可能だったという説も存在しています。また艦載機は烈風の実用化が難しくなったことから、代用の艦上戦闘機として試電海が代替予定でした。試電海は局地戦闘機というカテゴリーで空母用の戦闘機ではありませんでしたが、信濃の長大な飛行甲板なら運用は問題なかったとされています。信濃は1942年9月から設計作業が開始され、1943年2月には改装工事が始まりましたが、当時の横須賀工廠は修理艦艇への対応などに追われ、2度の工期変更を余儀なくされてしまいます。それでも1944年10月には最後の決戦とも言われた正一号作戦に間に合わせるべく、工事の簡易化と試験を一部を未実施なのを甘受の上で、10月15日を竣工日と定めた突貫工事が開始されました。しかし10月5日の浸水時の事故で損傷し、正一号作戦冷手沖海戦には間に合いませんでした。事故の復旧などで時間もかかってしまい、書類上は1944年11月19日に竣工となりましたが、
細部の工事はまだ未完成という状態でした。信濃はさらなる偽装工事を進めるために、わずかな駆逐艦とともに呉交渉に向けて出港することになりましたが、その途中で敵潜水艦アーチャーフィッシュからの攻撃を受けて、竣工から10日目の11月29日に沈没。あまりにも短い生涯を終えることになってしまいました。その沈没の要因は、乗員の訓練が途中の状態であったことや、やはり事実上未完成であったことの影響が強いと指摘されています。